新宿苦労社会という作品で三池さんは劇場公開ということを初めてされたわけですけども、その時に劇場公開だからどんなふうにというような意識はお持ちだったんでしょうか。いや、撮ることに夢中でその後のことってあんまり考えられないですよね。だから夢中になってしまえば、それが発表される形がどうであれ、自分の中には冷静に考えてられないぐらい自分はなんか現場を楽しんじゃうんで、あれもあくまでもビデオのプロモーションとしてたくさんの人に見てもらう宣伝の手段として劇場にかけるというだけで、自分の中で特に何か特別これは映画だからこうしようとなんか、意識したっていう記憶はないですね。それはね、不動っていうのを作った時に、初めてそれで海外の映画祭に招待されるんですけど、それも最初はもうビデオだったんですよ。ただラッシュを編集したのを見ていて、やっぱプロデューサーがこれはフィルムで仕上げようと、劇場にかけようと、こういう壊れた作品を劇場にかけるっていうのは面白いよねっていう、だから自分の映画っていうのは映画らしい映画っていうことを求められてるんではなくて、それらに、刺激を与えるもの、例えばそのプロデューサーはたまたまその会社の中でもっと常識の外れたことをやりたかったんでしょう。サラリーマンとしてプロデューサーやってるストレスをこれを見せるんだっていう、そういうのと自分の作品っていうのは時たまリンクするんですよね。それが、不動っていうもともと違う形で作り出して映画になってる、今回構図もそうなんですけど、だからジャンルがあってその中に行って自分が作るんじゃなくて、自分たちが作っていったものがその観客によってこうジャンル置きどころにこう持っていってもらえる。ヨーロッパの観客というのは日本の人たちが非常に単一民族という意識があるんですけども、それを踏まえてですね、新宿黒社会で達人というキャラクターがいたんですけども、彼について説明してもらえないでしょうか。黒社会彼自身演じた人間も要は一見単一民族に見えるんですよ。ただ要は映画のジャンルと一緒で大雑把な民族だけではジャンルとしては分けやすいんですけど、日本人の中にもいろんな日本人がいるわけですよね。で彼は確かに国籍は日本ですけど、血は韓国の血が混ざっていて、在日という立場で、生まれ育ってきたある種のコンプレックスというか弾き返したいものがあるんですよ。それは彼らにとっては国家試験を受けて国に認められるもの、または芸能人で有名な、またはプロ野球の選手とか、やっぱりそういう、人に何か認めてもらえるもの、自分はこうだで個人として、存在を認められるものということに非常に飢えてるんですよね。何かそれはこう誰しも持ってる欲望だと思うんです。逆に言うと在日の人、そういう環境だからそう思うってことではなくて、だから特に自分の中では民族というのはそんなに強く意識しないです。その日本人といったっていろんなタイプがあるので、だから、逆に意識しないので自然にいろんな国の人たちがごちゃごちゃ入ってきてるっていうのも全く自然なことだと思います。ただできれば本物の人たちに演じてもらいたいなということはありますよね。